泣いちゃった。どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでらんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2025年新年2号、ワンピース最新話、1133話、褒めてほしいを考察していきます。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは先週の1133話の予想を振り返りましょう。こちらです。1133話の類似話数は33話、133話、1033話です。33話は音なき男、語呂合わせは耳。キャプテンクロの抜き足は耳では聞こえない。次に133話は名もなき国の冒険。語呂合わせは勇。病気の波を担いで山を登る男気、勇があるルフィ。それを外で待つというビビとウソップはいいサビ。そんな1133話の話数の語呂合わせ予想は人々33。はい、先週の予想はまるでダメ。0点でした。1133話は勝手に楽しい宴の回だと考えていましたが、宴は延期され、1133話では宴の前にロビンとサウロ涙の再会、感動の回でした。1133話の話数の理論を修正していきましょう。33話でキャプテンクロは武器の鍵爪、猫の手によって自分の顔を傷つけないように奇妙なメガネの上げ方をしているという。この黒は海軍、つまり世界政府に追われる日々が嫌になり、別の男に罪をかぶせて自分は死んだことにしてシロップ村に長年潜んでいました。一方1133話ではエルバフに長年潜んで死んだことになっていたサウロが登場。さらにロビンがオハラ滅亡の罪をスパンダインにかぶされていたことが判明しています。そして世界政府に追われる日々が始まり、その絶望感によって崖から身投げ、つまり自殺しようとしますが、母親オルビアの願いやサウロがくれたデレシによってなんとか自殺を踏みとどまっています。そう、33話のキャプテンクロと1133話のロビンとサウロは繋がっている。つまり1133話の類似話数の共通テーマはおそらく自傷行為や自殺行為です。33話では死んだことになっていたキャプテンクロー、1133話では死んだことになっていたハグワールディ・サウロー、33話では自らの顔を傷つけないようにするクロー、1133話では身投げをなんとか踏みとどまったロビン。他にも例えば133話ならルフィが病気の波に対してドラムロッキーを登るぞと無茶なことを言っていますが、高熱の波もこれに同意していますから、ある意味でこちらも危険な自傷行為です。さらにビビとウソップはそんなルフィたちの無事を祈って寒空の下で待つと言いますから、こちらは粋な自傷行為です。次に1033話ではルナーリア族キングがわざと自らゾロの前に立って攻撃を促しますが、その攻撃は無効。背中の炎が燃えている時は無敵のムテキング、これもキングの自殺行為です。さらに1033話で落とした刀をゾロが拾うと、キングは刀を助けて死ぬ気かと問いかけます。これもゾロによるある意味で自殺行為です。さらにゾロは命取りとも言える大量の覇気をエンマに預けてエンマを手なずけようとしますが、これもある意味で自殺行為です。33話では黒の自傷行為の防止、133話では病気の波の自殺行為とビビとウソップの粋な自傷行為、1033話では無敵のキングの自殺行為、さらに刀を拾うゾロも自殺行為、またエンマに覇気を預けるゾロの自殺行為もあり、そして1133話ではロビンの自殺行為とサウロによる嘘の自殺行為もあります。さらにまだあります。1133話の扉絵には自傷行為をしていたライオンのスマイル、オールデムが登場している。つまり1133話の類似話数共通テーマとはやはり自傷行為や自殺行為でしょう。また133話ではドクタークレハとチョッパーがそれに乗って空を飛んでるように見える。一方1133話では空飛ぶ船が登場しています。さらに1033話ではルナーリア族の生き残りキングの話。一方1133話ではオハラの生き残りであるロビンとサウロの話。以上が話数の理論とつなぎです。それでは本編の考察を始めましょう。1133話のスタートはなんと22年前の嘘つきスパンダイン。ロビンにオハラ滅亡の濡れ衣を着せたスパンダインはオハラの人々の悲鳴が耳から離れないという。これが1133話の話数の語呂合わせ一つ目。ひどい耳、ひどい耳。そして人々は囁く。悪魔の子ロビンよ、早く死んでくれと。これが1133話の話数の語呂合わせ二つ目。ひどい囁き、ひどい囁き。幼いロビンに冷たい雨のように降り注ぐひどい囁き、声にロビンは絶望し身投げしようとしますが、しかしロビンの頭の中から
オルビアの声とサウロの囁き、デレシが聞こえてくる。これが1133話の話数の語呂合わせ3つ目。いい囁き、いい囁き。暗闇の中のひどい囁きをいい囁きで打ち消して、なんとかデレシと笑って生きていくロビン。デレシ。つまりデレシとは、デレシ。絶望の死から逃れ出よ。笑ったらええでよ。苦しいのに笑ったらバカみたい。なことねえよ。そんなロビンの絶望の回想が入りつつ、一行はエルバフの村に到着します。そこには空島で見た島雲、海雲、空飛ぶ船がありますから、やはり2ヶ月前考えたように空島編とエルバフ編は表裏一体です。空島編の箱舟マキシムは電気が動力。エルバフ編の霧船スバルは島雲が動力です。この島雲や海雲とは海楼石に含まれる粒子パイロブロインが火山噴火によって空に運ばれて水分と混じり合い生成されるものですが、リリス曰くエルバフの気候条件は完璧だと言います。そこで空島編を思い出しましょう。ロビンは空島で島雲の成分によって地上の動植物は異常な速度で育まれると言い、そしてチョッパーは巨大化したサウスバードを目撃していました。これはおそらくエルバフも同じような環境下であり、この影響でエルバフの動植物は巨大化していそうです。するとルイヤーノートが警告していたエルバフ島に長居してはいけない理由とは、知らぬ間に巨人族のように人間が巨大化してしまうのか。いや、空島の人間たちも、そしてエルバフに長居していたカルメルも体の大きさに変化はありませんから、島雲の影響を受けるのは動植物のみということでしょう。なぜなら巨人族はエルバフ島以外にも存在しているからです。このことから前回の動画では長居してはいけない理由とは、王子アダムから排出される目には見えない埃、胞子などの成分を長期間吸い込むことによって人間は凶暴化してしまうと考えました。これはエルバフに37年間も暮らしていたカルメルが体の大きさや年齢の変化が見られず、聖母からヤマンバへとより凶暴化したことや、映画ストロングワールドにおいて凶暴化した動物クリーチャーがロキの友達としてエルバフの冥界に登場していたことからそのように考えました。これらの可能性はエルバフ編と表裏一体だと考えた空島編ジャヤの気熱とリンクするかもしれません。嘘つきノーランドはジャヤで蔓延していた疫病、気熱を治療してシャンディアたちと打ち解けました。その後、ノーランドたちは島を侵食する森林を伐採しますが、その森林は先祖の霊が宿る木々であり、ノーランドたちは再び仲違いしてしまいます。その時、ノーランドの船員はこう言っています。長居しすぎたかな。ここです。嘘つきノーランドと嘘つきノートことルイヤーノートは一つなぎになる可能性。例えば大切な一本の木が猛毒に侵されていたとして、その一本の木の猛毒はやがて森へ広がり人を蝕み島を殺す毒だと事前に分かっていたとしたら、一本の木一つなぎ、ここに繋がってきました。やはり空島編とエルバフ編は表裏一体。エルバフの一つなぎ宝珠アダムは人体に何らかの影響を与える可能性です。それこそがルイヤーノートの警告か。しかしレッド上では、エルバフ島では時間経過が違うのではないかといった考察で溢れているようです。もちろんこの可能性も大いにあり得る展開ですが、エルバフに長居していたカルメルとエルバフの外側にいるサイファーポールたちは2年に一度孤児を売るという共通認識において、その期間についてお互い話していますから、時間経過が違うという設定はこのあたりの整合性を取るのが難しそうです。故に僕は先週に引き続き宝珠アダムからは人間を野生化、つまり凶暴化してしまう成分が分泌されていると考えます。凶暴化。エルバフ編のモチーフである北欧の伝承で凶暴化といえばベルセルクです。エルバフに長居すると野獣ベルセルクへと人は変貌してしまう可能性。ベルセルクの語源とは熊や狼、イノシシの毛皮をかぶったもの。だから1131話の最後には熊が一匹立っていたのか。
一部の学者はこの北欧の伝承ベルセルクとは精神を高揚させるお酒や毒キノコ、ベニテングダケ、または毒性があるヒヨスという植物によるものだと言いますから、これが宝珠アダムの奉仕のモチーフかもしれません。そしてこのベルセルク状態、つまりバーサーカー状態の野獣になると、人は親をも殺してしまうという言い伝えがあるそうです。この親殺しの話はロキにも通じていそう。すでに僕はロキの悪魔の実とは世界蛇ヨルムンガンドだと考えてしまいましたが、ロキにもしも狂戦士ベルセルクのモチーフがあるなら、1130話で最初に考えて、そして後に否定してしまったロキイコール炎の狼フェンリル説がここで再び浮上します。なぜならベルセルクとは狼の毛皮をかぶったものという意味だからです。そしてロキのビジュアルは狂戦士ベルセルクにそっくりです。ロキイコールフェンリル説、この可能性も再びありえそうですが、悪魔の実の予想はやはり難しいです。とにかく僕はエルバフに長居してはいけない理由とは、宝珠アダムから排出される埃、胞子を長く吸い込むか、または宝珠アダムに実る禁断の果実を食べてしまうことで、人は狂戦士ベルセルク状態になってしまうと考えます。もしもそのような展開があるなら、エルバフでルフィ、いやニカは凶暴化してしまう。そしてルフィはニカに精神を取り込まれそうになる。つまりはルフィ VS ニカ、自分対自分。ゾーン系悪魔の実には意志が宿っていると言います。お前は誰だ？自分の中で暴走するニカをルフィは止められない。そこで気づく。自分が本当はゴムゴムの実ではないと。エルバフでニカは暴走してしまう。もしもその展開があるなら、それはニカが目覚めた1043話から1046話の類似話数、1143話から1146話でしょうか。そして暴走したニカことルフィは貼り付けにされてしまうのか。自称太陽の神ロキとロードは貼り付けにされていますから、2度あることは3度ある。太陽の神ニカことルフィも暴走して囚われて貼り付けにされそう。そのあたりがエルバフ編のクライマックスなのか。脱線しましたが本編の考察に戻りましょう。とにかく1133話はロビンとサウロの感動的な再会の回です。そんな1133話の話数の語呂合わせ4つ目は愛33。愛33。1話語呂合わせでは愛の後読むそうです。愛33とは歌謡界の女王美空ひばりの名曲です。この曲がロビンの人生とリンクしていると考えます。つまり久しぶりに僕は歌うしかない。それでは聴いてください。愛33。雨さんさんとこの実に落ちてわずかばかりの運の悪さを恨んだりしてまず愛33の1番の歌詞は悲しみの雨がさんさんと降ります。1133話でロビンは2度も雨に打たれていますが、この雨とはオハラを襲ったバスターコールも表しているでしょう。なぜなら420はバスターコールにおいて3時は砲撃を雨と表現しているからです。風散々とこの実に荒れて思い通りにならない夢をなくしたりして愛33 2番の歌詞では夢について書かれています。これはアラバスタで命と夢を諦めたロビンのセリフ。私の夢には敵が多すぎる。このセリフを想起させる歌詞となっています。ああ、未来たちは人待ちが押して微笑む。これは母親オルビアのセリフ。あなたたちの生きる未来を私たちが諦めるわけにはいかない。そしてサウロのセリフ。笑ったらええでよ。これらを想起させる歌詞です。そして最後の歌詞は愛さんさんとこの実に降って心ひそかな嬉しい涙を流したりして愛33。愛が太陽の光のように輝いているという意味です。絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたならお互い涙を流して抱きしめ合うロビンとサウロ。
他にも、1133話の話数の語呂合わせは、小原の生き残り、ロビンとサウロの人生を表す、人々散々。小原の滅亡で散々な目にあったロビンとサウロを表しています。ちなみに、サウロの傷は凍傷ではなく、火に焼かれた傷、火の傷だと明かされています。すると、サウロが火の傷の男なのか。いや、しかし、サウロはエルバフでずっと療養していましたから、おそらく違うでしょう。僕は火の傷の男とは過去に革命軍ドラゴンだと考察してしまいましたが、ネット上ではスコッパーギャバンが火の傷の男候補に浮上しています。もしもギャバンが謎の編み笠の男であり、さらに火の傷の男だったら、確かに話は早いです。例えばルフィがエルバフでギャバンから最後のロードポーネグリフを入手できれば、ルフィは石を全て揃えてラフテルを目指せます。一方シャンクスもエルバフでギャバンと出会っているでしょうから、シャンクスが持つ石はキッドから奪った石も合わせると、ワノ国とホールケーキとギャバンの石3つになります。一方黒ひげはローから石を奪っているでしょうから、ワノ国とゾウの石2つ持っているでしょう。すると、ゾウの石が欲しいシャンクスと、ホールケーキとギャバンの石が欲しい黒ひげ。この2人が激突する。赤髪 VS 黒ひげ。こちらの展開がついに実現しそうだからです。この2人の戦いはおそらく黒ひげの勝利でしょう。そして全ての石を集めたルフィと黒ひげはラフテルで対決するのでしょうか。さらにもう一つ最後にロキについても考えましょう。ロキはエルバフの恥と呼ばれていますが、エルバフの恥といえば世界政府に騙されていたお芋がエルバフの恥だと言っていました。ここともしもロキが繋がる可能性があるなら、エルバフの王子ロキは世界最強の国家ウォーランド王国を世界政府に売り渡して傘下になろうとしていた可能性があります。つまり、エルバフの正当な王子、ロキは世界政府への参加を望み、エルバフの腹違いの王子、ハイルディンはルフィの参加となった。ここで、二人が表裏一体となり得る。続いては、次号1134話の展開を話数の理論から予想していきましょう。1134話の類似話数は、34話、134話、1034話です。34話は、詐称。タイトルは、執事クラハドール。詐称、つまり職業を偽っていたクラハドールこと元海賊のクロ。そして34話でカヤは親の財産をすべてクラハドールにあげるという。次に134話は医者。タイトルはドクタークレハ。134話でクレハは財産の半分を患者の親に要求しています。この34話の財産と134話の財産が1134話で繋がるなら、それは財産。エルバフに伝わるお宝の話でしょうか。次に1034話のタイトルはサンジ VS クイーン。語呂合わせは To Missing。姿を消したサンジとクイーンです。そんな1134話の話数の語呂合わせ予想は、人一人 Missing。エルバフの村で宴が行われ、誰かが姿を消すのか、人、意味深、謎のシルエット、編み笠の男の話になるのか、言い差しとは途中まで話しておいてやめる。つまり何かを言いかけてやめるという意味です。すると1134話はまたもや謎めいた回になるかもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろ一緒に最後まで釈迦じゃないよ。